ひよこ PC。 おいーす、みんなひよこでーす。お前もかって感じかもしれないんですけどね、今ね、ひよこね 3D プリンターの購入をね、今検討してるんですよね。ジュニアがね、見ての通り今やってるんですけどね、 3D キャドのね、ちょっと勉強したいなっていうようなことをね、言い出しつつ、まあいいことなんでね、ぜひやってほしいなと思うので、なんかね、まだ設計っていうレベルではないんだけど、なんかこういう風にね、ちょっと今イジイジしてるところなんですよね。で、目標としましてね、今年の夏休みあと1ヶ月後ぐらいなんですけどね、夏休みにフュージョン360をね、ちょっとだけはマスターして、でね、何かしら、ソリッドの CAD でね、作ったものをね、何かね、その成果物としてね、モデリングしたいなってことでね、3D プリンターを、買ってあげようかなと思うんですね。で、3D プリンターで作ることでね、何かね、自由課題としては、達成感があるし、成し遂げたということしてね、小学校の課題としてね、提出にもね、ものがあった方が分かりやすいですのでね、そういう意味を込めてね、3D プリンター、前から欲しいなとは思ってたんですけどね、こういう機会をきっかけにですね、ちょっと急遽ね、買うことにしようかなと今思っております。で、ひよこ自身もね、こういう機械いじるの好きですしね、ジュニアもね、この 3D プリンターがあることによって、CAD のお勉強のね、モチベーションになるんじゃないかなと思いましてね。でね、実はですね、ひよこですね、3D プリンター詳しいんですよね。なんでかというとね、学生時代のね、研究のテーマが 3D プリンターだったし、で今ね、本職のお仕事の方でもね、ちょこちょこ3D プリンターをいじることがあるんですよね。ということでね、詳しいので、そういったね、詳しい目から見てですね、プライベートで使う 3D プリンターどういうのがいいかなっていうのを今日ね、セレクトをいろいろ考えたいと思います。3D プリンターってどういう種類があるのじゃーんとこの5つになるんですけどね、この5つね、1つずつね、ちょっと簡単にね、短時間でね、説明したいと思いますね。1番は光造形方式ですよね。紫外線光化樹脂と言われるですね、紫外線が当たると固まる樹脂を使って造形します。紫外線光化樹脂のね、溜まったプールの中にですね、レーザーを当てまして徐々に固めていって、それを何層も固めることで積層することによって、造形するタイプ。メリットとしてはですね、非常に細かく、作れること、精度が非常に高く作れることですね。あとデメリットとしてはですね、ランニングコストが高いとかですね、造形時間が長いとかといったね、デメリットもありますね。どちらかといったらね、プロユースにはよく使われてるんですが、最近はですね、プライベート機でですね、5万円6万円ぐらいの機械もあるぐらいですのでね、これも選択の一つかと思いますね。2番目がインクジェット方式なんですけどね、使う樹脂自体は先ほどの光造形と同じ光硬化樹脂、紫外線硬化樹脂を使うんですけども、プリンターのインクジェットと同じようにね、ヘッドからですね、インクジェットでパッと樹脂を吹きつけて、そしてですね、ここの紫外線をバーッと当てることで固めていって積層するというタイプ。これ比較的新しい、技術なんですけどもね、ひよこ本職ではね、このね、インクジェット式の 3D プリンターを使ってるんですけどね、メリットとしてはね、非常にスピードが速い、かつですね、精度が高くできるってことですね。また機械もですね、光造形に比べては小さめの機械っていうことで、メンテナンスも簡単なんですね。プライベートではね、値段が高くてね、インクジェットはね、無理なんですけどもね、企業関係では非常に使われているものですね。機械としては大体ですね、2、3000万ぐらいのものがメインに使われている感じですね。3番目がね、熱溶解積層方式。これはですね、皆さんが一番ご存知な通りだと思うんですけどね、樹脂を溶かして、徐々に積み重ねていくといったタイプ。縄文式土器といったようなイメージなんですけどね、もうこれは簡単ですね。本当にチューブからマヨネーズを出すようなイメージね、プチューっと溶かした樹脂を重ねていくだけのタイプ。メリットとしましてはね、非常に安価にできること、機械も小さくできること、あとね、造形した造形物が変形しにくいことですね。造形後はね、造形中は変形しやすいんですけどね。ということで扱いも非常に簡単なので、プライベートの 3D プリンターだったら、この溶解積層式を使う方が多いですね。ただしね、デメリットはですね、精度が悪いということでしてね、だんだんっていうのがね、目に見て分かるような感じでね、この5つの中で一番精度は悪いっていうことになります。ただね、造形後は非常に扱いやすいといったね、部品ができますね。そして4番目はね、粉末焼結方式。これはですね、粉末を入れているプールの中にレーザーを当てて焼いていって積層するタイプですね。で、これの利点としましてはですね、金属のね、粉とかもね、できることができますので、工業のエンジン部品とかね、そういった非常に高価な部品が作ることができる。ただこれはですね、プライベートで使えるような安い安価なね、機械はありませんでしたので、割とね、工業用の、高級な、機械しかないっていうことで、これはね、ちょっと選択としてはないと思いますね。最後はですね、粉末固着方式ですね。粉末を敷き詰めたプールの中にね、接着剤を吹きつけてね、固める方式でして、こちらはですね、非常に造形が早いっていうメリットがありますね。また接着剤の色を変えることでね、カラー印刷ができるといった方式があります。どちらかといったらね、これ建築でよく使われてまして、家の模型とかね、
お客さんからフルオーダーされたね、建物をですね、お客さんに見せるための機械をね、簡単に作ったりとか、そういったメリットがですね、こちらもどちらかといえばね、大きな機械になりまして、大掛かりになるので、プライベートで使う機会はほとんどない状況にありますので、これもね、どちらから選択権はないですね。簡単に説明させていただきましたけどね、プライベートでね、予算5万円程度買うならね、選択権としては2つしかないんですね。最初に言ったこういった光造形方式やもしくはですね、溶解積層式しかないです。ただね、光造形式は先ほど言ったようにね、非常に扱いがめんどくさいってこととですね、ランニングコストは高くなってしまいますのでね、もうほぼほぼですね、積層しか考えておりません。光造形もありはありなんですよ。で用途としてはどちらかといったらね、精度は高いですのでね、プラモデラーとかね、あと光造形のいいところとしては作った後に色が塗れたりしますのでね、プラモデルをされる方で、ちょっとね、メインのプラモデルに自分のオリジナルパーツを付けたいとかね、そういった用途ではね、光造形この辺とかね、非常に有効な商品だと思います。ただね、ひよこはどちらかといったらね、作ったものを実用的に使いたい、機能として使いたいというね、趣旨でありますのでね、造形後の変形が少なかったりですね、造形後の強度が得られる溶解積層式の、マシンの方が合ってると思いますしね、値段も安価ですしね、なんせ材料が安いんですよね。フィラメントもね、こう 1kg 買ってもですね、2、3000円で買えますのでね、非常に安価に使えるってことでね、今回は溶解積層式でね、選びたいと思います。でね、実はかれこれですね、1ヶ月ぐらいどれを買うか迷ってたんですよね。もう Amazon 見たり、それぞれのね、パーツ見て、YouTube ではね、いろいろ外人の方が上げられていますので、ね、そういった動画をね、すごい吟味してみてね、いろいろ考えた結果ね、この3つにね、絞りましたね。いずれも予算5万円以内にね、買えてしまう商品ですし、どれもですね、比較的売れてる商品、Amazon で見ても評価いいですし、YouTube 等のレビューを見させていただいてもね、よくね、使われてる商品になりますのでね、この3つちょっとね、順にね、値段の高い方からね、進めさせていただきたいと思います。まず最初がですね、エニーキュービックという会社のメガ S という商品ですね。で、このエニーキュービックはね、中国の 3D プリンター専門メーカーでしてね、このメーカーの、先ほどちょっと見てもらったように、光造形の機械も出してますのでね、割とこなれてると言いましょうか、商品のラインナップも非常に多いですね。その中においてね、このね、メガ S っていうのはね、一番標準的なモデル、一番売れ筋商品ですね。組み立て式ですよっていう風に言ってはいるんですけどね、実際ちょっと調べてみたら、ほぼほぼ完成している、半完成っていうレベルのね、商品になりますね。商品全体の形はね、非常にまっておりましたね。見ての通り、コントローラー部分が本体全体にちゃんと入り込んでるというか埋まってるんですね。そしてですね、操作パネル、ここもですね、タッチパネルでいろいろ操作できると。アフターパーツもね、ちゃんと揃ってますね。基板とかベッドとかね、あとはディスプレイとか、そういったパーツがね、パーツ単体で非常に揃っていますので、もし何かあった時ね、自分で直す時にもですね、ちょっと安心かなって。YouTube で見るとね、いろんな方がね、レビューされてるってことでね、結構な人気で、特徴としましてはですね、安価のタイプの中でもね、非常に精度が高いっていうことですね。あと作れる造形物の大きさがですね、210×210×205 とね、大きいというか中間レベルですね。20センチ程度の造形物が作れると。ひよこの目から見るとね、いいところっていうのはね、この Z 軸と X 軸を支えてるこの鳥、これが非常にね、合成が高そうってことですね。金属のプレス品でできているみたいで、しっかり作られてる。あとね、リードスクリューと呼ばれるこの Z 軸を動かす、ネジこれがですね、こちら側に見えますね。これ1本あるのと、こちら側にももう1本ついてるんですね。2本でね、こう平行に動かして Z 軸を動かすっていうこと。これは非常にね、安い安価な 3D プリンターとしてはなかなかないタイプ。ということで、Z 軸の合成が強いってことは、造形の精度が高くなるってことですね。こういった点ね、YouTube のレビュー見てもね、触れてる方ほとんどいませんでしたので、ひよこはね、ちょっとそういったエンジニアリングやってますので、そういった面をね、いろいろ写真等を見てるとね、ここいいなっていうのがね、ちょっと気づいてきましたね。次に紹介しますのはね、クリアリティのエンダー3という機種ですね。このクリアリティっていうメーカーですね。こちらもね、中国のメーカーでですね、3D プリンターメインのメーカーですね。その中でもですね、最もポピュラーなね、商品で一番売れ筋商品がこのエンダー3というね、機種になりますね。プライベートでね、3D プリンター持ってる方では、おそらくこれが一番売れてるんじゃないかなと、非常にレビューも多いですしね、これに対するですね、いろいろ記事を書かれてる方も多いですので、多分これ一番人気。値段の方もね、いろいろあるんですけど、大体27,000円程度。これのね、プロバージョンっていうのもあってね、少しいいのもあるんですけど、それにおいてもですね、32,000円程度で、エンダー3はですね、組み立て式ですのでね、このようにパーツがね、バラバラに入ってますね。
ということで自分でね基本的には組み立てるタイプですね。ということでねコンセプトに自信ない方はちょっとねおすすめできないかなって感じはします。先ほど言ったねエンダー3プロっていうものはね、先ほどのノーマルのエンダー3よりもですね Y 軸のねここの軸がね、太くなってて Y 軸方向の、精度が上がってるってことと、造形のねベッドがですね剥がしやすいようなものになってるとかですね、あと電源がね1ランク上のものが入ってるよっていったことをね謳っておりますのでね、買うならねこちらのプロの方がいいかとは思いますけどもね。でエンダー3のね商品のね売りというのはですね先ほどのメガ S と近いんですけどね、値段の割には精度が高いということですね。あと大きい造形物を作れる 220×220×250 なのでね、先ほどのメガ S よりも少しちょっとだけ大きいものが作れると。そしてねエンダー3の一番いいところはね汎用性が高いということなんですよね。先ほど言ったようにいろんな方がねレビューをされているんですけどもね、こういった基板が売ってあったりとかね、センサースイッチ、あとはベッドもね割と安価な風にねアフターパーツも揃ってるし、あとカスタマイズパーツもねサードパーティーさんもいろいろ出してたりして、改造していってどんどん良くしていくみたいなこともできるから、DIY をする方にとってはね非常に面白い商品かなと思いますね。そしてね最後に紹介するのがねラビシトスの X1 という機種ですね。これめちゃんこ安いんですよね。13,000円なんですけどね。でこのラビシトスというね会社、こちらねラビシトスのホームページなんですけどね、メインがですね 3D プリンター屋さんではなくてですね、教育とかで使うですね小さいコンピューター、ラズベリーパイって聞いたことあるかもしれないですけどね、そのラズパイをねメインとしてね扱ってる、会社でしてねメーカーさんでして、こういうパッケージですねラズパイにいろいろつけてこういったことができるよっていったこういうパッケージをして、その一つとしてねこのね 3D プリンターの X1 があるといったような感じになりますね。機械としてのね性能動向というよりはですね 3D プリンターの仕組みを知るといったためのね教材というポジションでね出してる商品だと思いますね。ひよこは尊敬していますね吉田製作所の吉田さんもね実はこれを買ってね、昔 YouTube でレビューしたことがあったんですけどもね、そういうこともありましてね今回一応候補に入れておきました。こいつのね一番の武器はね先ほど言ったように値段が安いってことですね。日本でもね13,000円程度で買えますので、おそらくですね一般的に買える 3D プリンター、普通に買えるプリンターで一番安いんじゃないかなと思いますね。ただねその値段相とさっき言った教育のための仕組みを知るよっていう商品ですので、ちょっとかなりチャッチーと思いますね。吉田さんもそう言ってましたし、作れる大きさもね 10cm×10cm×10cm っていう大きさですので、だから実際にね造形したものを実用的に使うっていうレベルではちょっとねやめた方がいいかなと思いますね。ただ先ほど言ったようにね 3D プリンターってどんなのを、子供のための教育としてね見せるために作るとかね、そういった用途であればね非常にこの安価にできますのでね、この機種はありかと思いますね。どうだったでしょうかね。最後に紹介したねラビシスのね X1 はちょっとね今回はないかなと思いますけどね、エニーキューブのメガ S とクリアリティ 3D エンダー3のどちらかって感じですよね。それぞれいいとこ悪いとこあるんですよね。メガ S のね、武器っていうのはね、精度の良さ、出来の良さなんですけども、エンダー3はね発展性の良さだと思いますね。で迷ったってひよこ決めました。でね、最初のエニーキューブメガ S の方にしたいと思います。ひよこがね決めるにあたってね決定的な理由がね先ほど話しましたけど、リードスクリューっていうのがねメガ S には2本ついてるってことですね。平行に動かしてる。一方ですねエンダー3の方はね片側1本しかありませんのでね、もうその違いがですねどうしてもひよこ引っかかって、メガ3の方にしたいと思います。いろんなね海外の評価ではね、この 2機種の造形精度はね同等という評価が皆さんされてるんですよ。おそらく間違ってはないと思うんですよね。ですけどねひよこのねエンジニアの目からしてみればね、ここが1本か2本かっていうねものすごくね、違う話なんですよね。もうね機械としてのレベルがすごく違う話だと思うし、あとはやっぱここのね鳥居の囲いがちゃんと合成感がある、ちゃんとプレスで作ってる、その辺もちょっとね気に入ってるところ。メガ S の方がね構造的に合成が高い設計になってるということですね。実際にちょっとね触ったわけではないんでね本当にね合成高いかってそこまで言い切れませんけどね、ひよこの目から見るとね設計的に合成が高い設計になってるってことは気に入ってますね。このね、合成の良さっていうのはね基本的にはもろね精度につながるんですよ。こういうものはね本物を触ってひよこ言ってるわけではありませんのでね、写真とか皆さんのレビューのね動画を見ながらそう言ってるわけで、ちょっと触ったことはないので間違ってることを言ってるかもしれませんので、その点はご了承ください。
ってことでね、今回はですね、ひよこラボで稼働させる 3D プリンターのね、検証を行ってみました。実際にね、購入する機種まで一応決めてしまいましたけどね、おそらくね、近々ね、これ買っちゃうと思いますね。早ければね、次回とか次々回ぐらいにね、買ったよっていうようなね、動画をね、アップさせていただきたいと思いますね。よかったらね、そちらの方を見てくださいね。チャンネル登録されてない方はね、ポチッとしといてくださいね。それではひよこでした。See you! バイバイ！楽しみにしといてね、3D プリンター。